通の友達と何が違うかっていうと、利害関係が発生するじゃん。そうだよね。それかも。もし変えたかったこと、なんか性格全然違うからさ。はい。このポッドキャストはリアルな会話をします。そうだね。タメ口でね。そうタメ口で。タメ口で今日はね。僕たちは一緒に、コースを作りました。そうだね。N 語のコース作ったね。で何か一緒にやると2人の性格が分かるよね。確かに分かる。本当に分かると思う。思ったことはいはいはい。たくさんありますね。まあね、たくさんあるよね。あるね。それを今日は全部話そう。そうだね。話そう。話しちゃおう。はい。いいね。行きましょうか。じゃあ最初ね、一緒に作ることになったきっかけ。これ何だったっけ？一緒に作ることになったきっかけは、いやなんか、一緒に音楽まず作ったよね。そう、音楽作って仲が良くなって、なんか一緒に作りたいねって話していて、そう、なんか日本語のコースのアイディアはすごくあったけど、そのテクノロジーがあまり強くないから、そうで OK は強いじゃん。テクノロジー系、パソコンとかさ、なんかカメラとか、よく知ってるから、なんかチームで作ったらいいものが作れるかなって思って始めたよね、最初は。そうだね。そうだね。僕も本当にそう何か作りたくて、人と一緒に何かやりたいと思ってたから、やりました。はい。これどうやってまずは始めたっけ？まずはミーティングかな？まずは、いや多分なんかお互いがいろいろなアイディアを出していって、多分何をやるか決めるまですごくちょっと時間がかかったよね。これもいいんじゃない？これもいいんじゃない？みたいな。で、そうで、まあ俺はちょっと N 語とか簡単な日本語の教材コースを作りたいなって思っていたから、なんかそれでも楽しくなんか勉強できるのがないかなって思って探していたよね。どんなのがいいかなって。多分まあオンラインでたくさんミーティングしたよね。した。それでさ、それを始める前、まずお互いをどう思っていたか話すか。始める前か。始める前はなんかまあすごいそのいろいろパソコンとか本当にカメラとか詳しそうだなっていうのが一番思ってたかな。多分パソコンカメラマーケティングとか詳しそうだなって思ってたかな。そう始める前。性格は性格は性格はね、おとなしいけどいじったら面白そうだなって思ってた。そうね。そんな感じかな。どうOK は。俺はね、そうだね。第一印象、主人公だなと思った。なるほど。そう。元気でね、目立ちたい。まあ多分ね。そう元気で目立ちたいね。で日本語教師で
でずっとやってると、コンテンツやってる。でまあ普通に話しててね、まあ友達になったよね。そうだね。まず友達になったね。確かに。そうそう。だから本当コンテンツクリエイターで友達ができてよかったなっていう感じだったな。確かに俺も同じ。なんか、男のクリエイターってすごく少ないから、そうだね。男の日本語のクリエイターで気が合う人がいて、うわよかったなって気持ちになったかな。そうだね。そこは共通って感じだったね。それは同じかも。はい。そんな感じで始まりましたと。そうだね。はい。さあそして作り始めます。プログラムをね。まずはまず撮影に行ったね。撮影？行った。じゃあこういうものを撮りに行きましょうとね、遠くまで行って。そう。泊まり込みですよ。ね、泊まって撮ったよね、一緒に。そう。3日4日5日ぐらいだっけ？1週間ぐらいいたんじゃない？そんなぐらいかった？ 1 週間ぐらいいた気がするけど。そんぐらいいたかも。1週間弱かな。6日とか多分。その時間はもう毎日過ごしましたよ。そうだよ、24時間一緒にいたからね。それって結構ななかなかないよね、そんな状況。ないね。ない。すごいやっぱ楽しくもあるけどプレッシャーもすごいよね。まあね。そう何かを完成させなきゃいけないからね。そうだね。確かにそういうプレッシャーはあったね。あった。ずっと忙しかったもんね。そうなんだよ。そうでここでやっぱり普通の友達と何が違うかっていうと、利害関係が発生するじゃん。そうだよね。仕事をするとやっぱり利害関係が発生する。だからそこにももう一個プレッシャーというか違う要素がある。それをちょっと頭に置いて、ね、今回の話を聞いてほしいね。そうだね。普通の友達とはちょっと関係は違うからね。そうなのよ。で制作中、一番大変だったことは何ですか？制作中に一番大変だったこと。なんだろうな。でもシンプルに結構シンプルにすごく疲れたかも。その撮影の時間が長いから、もう座ってカメラを見て話す時間がすごく長いから、で結構何回も撮り直したしその撮影の前の打ち合わせとかミーティングとか、あと多分 OK はもっとなんかそのカメラのセッティングとか照明のセットアップとか、でバレちゃんも手伝ってくれたけど、そうなんかその準備と撮影の時間がすごく長かったから、そうだね、もうシンプルに疲れたかな本当に。そうだね、それは本当にあったわ。そう、あと時間がもったいなかったから、スーパーに行ってよくスーパーで簡単なお弁当を買って食べてたよね。そうだからなんかちゃんとご飯が食べられなかったかな。そうだね。なんかある？大変だったこと、撮影の中で。俺もそれだね、一番はそれだね、大変だった。体がね。体が。で僕はまずあまり体力がないですよ。確かに本当に筋肉もないの。そうね、そうだからそこを体力がなくなってくるとやっぱりねちょっと感じが悪くなっちゃうんですね、僕。確かにあったね。
あったね。なんかそれがね撮り直したもんね。感じが悪くて。あ、そうだっけ。なんか最初撮って、うん。ちょっとなんか表情が暗くて、なんだっけ。そうそう。広告の動画かな。ああ、忘れた、広告の動画か、その、プログラムの動画か、どっちか忘れたけど、多分疲れてて、顔色がすごく悪くて、なんか、すごい暗かったから、撮り直した記憶がある。そうなんだよね。そう、そこはね、僕のいつも反省点なんだよね。やっぱり人と何かやるときに、そこまで体力が及ばなくなっちゃうの。いやでも思ったのは思ったより体力あるなって正直思った。あ、そうなんだ。そうで、なんか前一緒に旅行したじゃん。いつかな、前名古屋で会って高蘭系見に行った。ああ、山梨。ああ、高蘭系。ああ、高蘭系、見に行った時に、あれこんな体力なかったっけって思って、そうなんか撮影の時は思ったより体力があったけど、旅行の時の方が体力なくなるなって思った。そうあれね、その旅行の時は元から体調悪かった。あ、そうなんだ。あ、そっか。あ、そうなんだ。なるほどね。なるほど。めっちゃ体調悪かったけど、ちょっとね、コーラ系にも行きたかったしね。まあね。でも山梨の時も、なんだろう。まあ暑かったけど、なんか 10分歩いて、もう歩けなかったじゃん。もうね、ちょっと熱中症みたいになったよね。あ、それはちょっとびっくりした。いや、俺もびっくり。あ、そうなんだ。俺もびっくり。だからそれと比べると、なんか今思うと、あ、思ったより体力あったなって思ったよ。はいはいはい。なるほど。そうだね。まあだからそんなところがあって、まあそれが一番大変だったかな。撮影は。まあでもなんか楽しかったから楽しいよね。そうそう。なんか一つの目標にゴールに向かって一緒に頑張ってるっていうなんか楽しさもあったから、なんかアドレナリンで多分カバーされていたかもね。そうだね。それはあるかも。たくさんショートも撮ったからね。ショート動画もね。結構一緒にね撮ったよね。そう。それで、まあ、その後にやっぱり完成させるデスクワークがあったよね。あった。はい。大変だった。これはね、大変だよ。やっぱり撮影までは僕が結構撮影の機材とか動かして大変で、そう作る時は旬のもうが大変になる。そう。でもそうだね。個人的にはそのデスクワークのなんか PDF とか作ったりする方が大変だったと思う。なんか個人的にはね。なんか一緒にしてたらなんだろうな。楽しいじゃん。一緒にしてるし。そうだったかな。まあでも全体的に楽しかったけどね。そうなんかそのプログラムを届けるターゲットが本当に明確だったから、なんかいろいろ想像してできたかも。できたと思う。だから楽しかった。いろいろ明確だったから。それはそうだね。そう。だからできたものは本当にいいものができたしさ、それは本当に良かったよね。それが本当に良かったね。そう。最終的にはね。じゃあまあこのトピックのやっぱりその関係性の話をするか。そう。もう一度やるなら何を変えるっていうね。もう一度やるなら何を変える。そう。例えば進め方だね。ああ、なるほどね。そう。なんだろうな。俺のまあフィードバックというか
例えば一緒にウェブサイトを作ったね。うん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 。そうそう。それがすごい時間かかったよね。かかったね。あれ結構大変だったよね。そうそうそう。でそれは旬のさプラットフォームで作ったじゃん。うん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 。だから確かに。俺ねあれが結構一番改善できるなと思った。確かにプラットフォームをなんかもっといろいろ見て合うのを作った方が良かったかもね。うん。まあそれもあるね。それもあるし、その操作を瞬しかできなかった。ログインができなかった。そう。あれめんどくさかったよね。確かにな。なぜそうしかったというと、やっぱ節約のためにしたじゃん。そうだね。経費を抑えるためにね。だけど作業で考えたら2人ともにストレスがかかった。確かに。俺だったらすぐできる操作とかがあったから。そうだね。それを一回コミュニケーションを挟んでやってたからね。そうなのよ。確かにね。まあ終わったから良かったけど、もう一回やるならもっといいプラットフォームがあったかもしれないね。そうだね。そうだね。そう。まあでも本当助けられた部分はたくさんあるよね。やっぱり俺は。まあそれはお互い多分そうじゃない？そう。そこで言うとやっぱり旬が完成させる力を持っているっていうのはあったね。俺は。最後に一番最後の部分か。そう。とにかくこれを完成させるっていう推進力を持ってるのが助かったかな。俺はねやっぱりテクニカルな部分が一番大きいかな。細かい部分だけどね、やっぱ裏役の部分になるけど、カメラのセッティングとかもう結構細かいことだけど大切なこと、光の調整とかさ、それこそウェブサイトのこのフォントを変えるとかあったじゃん。あれ大変だったよね。そうとかなんか AI とか使ってテクノロジーとか使ってやってくれるところとかはやっぱり助かったよね。まあそうだね。そうだからまあいいチームだよね。足りないところがお互いカバーできたからいいものができたと思うよね。そうだね。でまあもう一度やるなら何を変えるっていうところで言うともう一個俺あって。何？そう。これはねちょっと性格にも関わってくるかもしれないんだけど。性格？まあ僕は最初に思った主人公ね、旬は。主人公。で俺は全然主人公じゃないんだよね、やっぱり。まあなんか真逆みたいな感じだよね。でも、さっきも話したけど裏方はもう完璧だからね。裏方の仕事っていうかライティングとかね。だから裏がまあ得意なんだよね。そう。そう。で、ただ今回のコースプログラムの立て付けってむずい日本語だけどさ。なるほどね。その点はもうちょっと考えた方が良かったかなとはちょっと思った。次だったらどうしたい？どういう風にするのが一番いいと思う？そうなんだろうな。やっぱり旬は旬でやっぱ見てくれてるオーディエンスファンがいる。で僕もやっぱり聞いてくれる人はいるんだよね。そう。でまあ俺は日本語教師じゃないんだけどもやっぱりストーリーで学ぶような日本語とか、日本人の考え方とかをいいなって思って見てくれる人はやっぱいるわけよ。そう。だからそこにもうちょっと自信を持ってね、作るっていうのが次は大事かなとは思った。なるほどね。そう。ただもちろんさ、N5 っていう制限はあるよね。そっか。それもあるか。そうだよね。N5 で面白くするって本当に難しいじゃん。難しい。それは難しいよ。それは難しいし疲れるよね。
うん。うん。そうそそう、制限はたくさんあったけど、そうだね。う。うん、それが難しかったところかな、多分。そうそうそう。かな。シュンはどう？なんか、もう行ったっけ？もう。次変えるなら次やるならそうだな。なんだろうね。でもなんかルイが全部言ってくれたかな。なんだろうな。ちょっと時間ちょうだい。時間。沈黙の時間。沈黙の時間。沈黙の時間ね。じじゃあここで俺一人で今ちょっと喋ってようかな。じゃあ考えてる間にね。うん。うん。皆さん今僕たちが話してる N 語のプログラムね、もし興味があったらこの概要欄のリンクからぜひぜひ見てみてくださいね。あ、それかも。もし変えたかったこと、ターゲットを絞りすぎたと思う。そうなんか前フィードバックもらったんだけど、結局 N 語をマスターするプログラムじゃん、これって N 語をマスターするプログラムなんだけど、マスターするって難しいのよ。すごく難しい。で前フィードバックもらってすごく上手になった人がいるんだけど、でその人は自分の私のオンラインのクラスも取ってくれているから、実際にコースの後話してもう自分が見て成長を感じることができた。すごく上手になった。で彼は今 N3 を勉強してる人、クラスでは N3 を勉強してるけど会話はそんなに上手じゃなかった、正直。そうだからおすすめしたのはもっと簡単なところにレベルを落としてまず N 語を完璧にしましょうで取ってくれて、コースが終わって、でその人もすごく上手になったって言っていたんだけど、もう実際に会話をして、話のレスポンスのスピードがネイティブみたいになったし、そう本当に成長を見ることができて、これ、名前は N5 マスターパーフェクトマスターイマージョンプログラムだけど、これ N5 から N3 までターゲットだなって思った。でももちろんその N4 とか N3 でのレベルで話せる人はターゲットじゃない、けど N3 を勉強してるけど会話が難しいっていう人はターゲット、なんか一番いいターゲットだなって思ったから、確かにそっちの人もできるよっていうこのマーケティング広告作ってもよかったかなって思ったかな。そっかそうそれはもう作ってみてちょっと思ってたけど思った以上になんか効果があるなって思った。まあそうだよね。やっぱりさ、大事なこのプログラムの部分はさ、その反射神経のところだもんね。反射神経もそうだし、シンプルな文を正確に話せる、正確に質問 Q&A に答えることができる、N 語の文法を正しく使ってレスポンスできる、会話ができる、っていうところだからね。そうね。それ一つ今考えてて思った。いやそれはそうだね。確かにターゲットが思ったより。あれは思ったんだけど、どう実際にこう長く時間を一緒に過ごして、新しく旬について新しく発見したこと、新しく発見したことかとか、なんかイメージと比べてどうだったか。イメージと比べてか。まああんま変わんない。あんま変わんないか。そうまあそう言ってないけど、まあその優しさはすごいあるよね、やっぱり。本当？優しい。優しい？怒んないじゃん。怒ることないよ。怒んないし体力あるから、やっぱ人への態度がさ、まあちゃんと
変わらないじゃない。まあね。そうそう、それは素晴らしい。だからそれは俺は学びやと思ってて。そう怒るそんなに。怒るっていうか、最初に言ったような、そうそう、イライラして顔が死ぬとかさ。そうそれはあるから、まあ俺はそうだね。俺はね、はいはいはい、思っていたより、面白い。あなた面白い。面白人間だと。なんか性格全然違うからさ。はい。まあでも最初会った時に合うなってフィーリングは感じたけど、性格が違うからどうかなって思っていたけど、思ったより合うなって思ったよ。普通に。なんか冗談も言うしさ。そうよ。普通に面白いよ。面白い。一緒にいて面白いなって思ったよ。思ったより。思ったよりね。そう。そっかそっか。それよかったよ。俺も面白いを売りにやってるからさ。そうなの？まあリールはね。伝わりづらいんだけどね。リールとかは特にそうだよね。そうだね。出てる。滑ってはいるんだけどね。それが面白いでしょ。それが面白い。もうちょっと多くの人に面白いと思ってもらえるようになりたいな。いや、それは他の人が必要だよ。そうか。俺とか。そうか。誰かとのコミュニケーションの間で多分面白さが出ると思うわ。なるほどね。はい、わかりました。そうだね。じゃあまあそんなところかな。実際作って感じたとこだとそうかな。まあでも面白かったね。楽しかった。そう。面白かった。一つのゴールに向かって何か作るってやっぱ楽しいね。そう。でさ、こうなんかプロジェクトが失敗したりするとさ、もう仲も悪くなることってあるじゃん。もうそれが一番心配だったよね、正直。ね、そう。大体それでさ、お金も関わるし、そのビジネスだからさ、それがねちょっと心配だったよね。だけどそれもなくできたから、それは本当にそれが一番良かったかな。そうだね、結果ね。そう。いやでも、一緒にビジネスやる人は気をつけた方がいいよ、絶対。本当に。一番大事だね。いや本当にそう思う。誰とやるか。まあその人間関係のトラブルって一番ストレスになると思うから、気をつけた方がいいよね。本当に気をつけていこう。気をつけていこう。そうだよね。いやでもよかった、楽しかったよ。面白かった。いやめちゃくちゃ正直なお話ができたね。そうだね。なんか普通に本当にタメ口、ほとんどコントロールしていないから、これが分かったら皆さんすごいと思いますよ、本当にね。相当だよ。そう。本当の日本語の、本当のタメ口の日本語。だからね、すごいよね。分かったら。聞いてくれてありがとうございました、皆さん。いや、皆さんありがとうございます。またね、こんな動画もあるので見ていってください。はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあまた。またね。また話そう。はい、お疲れ。